どうもどうも、こんぱんだー。皆さん、お疲れ様です。どうもどうも。今日もまったりアースリバイバルやっていきます。よろしくお願いします。今日は昨日に引き続いて、レベル65で解放されるグローブのね、生産に必要な素材をね、厳選をいっぱいできるように素材を集めていきたいと思います。あとは土曜日なんでね、客定遠征が来るので、メンバーが集まったらね、その都度お手伝いを兼ねて何回かね、回っていきたいと思っておりますので、まだ終わってない方は、ぜひぜひ、お声掛けしてください。そんでね、今日、釣りのイベントが来てるけどね、全然やってないから、釣りもやんなきゃね、また。そして今日ね、なんかめちゃくちゃね、パソコンのね、調子が悪くてですね、画面が落ちたり、音が消えたり、なんだかんだすごい不具合が今出てて、ね、もしかしたら途中でね、画面が消えるかもしれない。原因がわからない。単純に容量がないだけだったら、なんかすぐ解決しそうなんだけど、そうでもないみたいだから、もしかしたら消えちゃうかもね。その時は、その時で考えましょう、なんとか。ではでは、とりあえず釣りかな、まず。一番眠くなる釣りから先に終わらせてしまいましょうかね。釣り。釣り。これ欲しいな欲しいけどなパンダが今作ってるお家がさ、ちょっと、海っていうか、こう、魚というかさ、深海をイメージしてるからさ、ちょっと違うんだけど、魚じゃんこれ。ちょっと違うけど、魚だからさ、なんか置物として置きたいななんて思ってるんだけどさ、これに1万ポイント使うの逆にこの水槽に5万ポイント使うのってそれも思ってしまうんだけどさ、ルアーは別に、浄化ルアーはちょっと若干欲しい気もするけど、まだ釣れてないさ、ギルドに出てくる魚がさ、一匹だけさ、レア魚群なんか釣れてなくて、で、このままやっと遭遇したんだけど釣れなくて、次こそは釣りたいから、これを買いたいんだけど、これって1回で必ず来るんじゃないよね。それ安くなるだけだよね。引き寄せる力をアップさせるだから絶対じゃないから、やっぱいっぱい買わなきゃいけないから、これ。となると、必然的に2万分買わなきゃいけないのかなってなっちゃうから、これもこれだよな。そんなこんなで先に釣りを終わらせてしまおう。ポイントは貯めていけるからな。逆にこれが欲しいわ。このでっかいスクリーンみたいなやつ。これが欲しい。あそこいるじゃん。よっしゃ、干渉魚下がってるぞ。お前を釣り上げてやる。今日はたまたまらしいです。えい。違うな。消えるなよ。せめて2、3匹釣った後に消えてくれ。だいたい3匹ぐらい釣れたら、ワンチャンランクインしそうなとこ。ダメだこれ。いや、前に来られるとさ、見えなくなるんだよね、マジで。平然と前に来る人の気が知れないんだけど。マジで。釣ってる人の前に来るとかさ。全然、鑑賞業、来る気配ねえな。
言ってたら来たわ。あ、遅いな。違うな。これ普通のレアかな。あ、釣れた。たまたま。一匹釣れた。あと2匹。あと2匹頼む。お、いいんじゃない？連チャン連チャン。あ、魚群が消えた。マジでさ。魚群がいねえんだけど。魚群いないじゃん、全然。違うわ、魚群いないんじゃない。俺が消してるんだ、今。やっちまった。そう、俺今消してんだわ。木材採取用に。あー、めっちゃロスったわ。やっちまった。2匹釣れてるから魚群さえあったら、ワンチャン上位いけたかもしれないのに。超ロスっちゃったわ。こっから挽回できるか。いよいよ。どんどん行こう、どんどん。どんどん行こう。ロスを取り戻せ。まだ4000ポイントしかない。もう何でもいい。早くかかって早く釣り上げれば、その分可能性が広がる。今5000ポイント。あ、ワンチャンかけるか。あ、消えた。今、魚群出たじゃんね。今、魚群出たのに。あ、原田さんいらっしゃい。こんばんだ。なんか釣りの真っ最中にさ、誰かからパーティー招待来たけどさ、ちょっと、突然来るのはやめてほしいな。あ、俺パーティー作ってなかったんだな。ちょっと今日パソコン調子悪くてさ、ちょっと焦ってさ、急いでたからそのまんまスタートしちゃった。いつもはね、パーティー自分で作ってるんだよ。その招待が来ないように。最初調子良かったんだけどな、ロスった時間がもったいないな。そういや、この釣りのイベントってさ、ポイント持ち越しできるけど、これから先ずっとあるんかな、そういえば。マジ運営さんもさ、このやってる最中にさ、そのなんか、その何通知とか出したら見えなくなるじゃんね。
1000ポイント。県外。残念でした。こっからいけんじゃね？あ、いけた。釣りも忘れた。俺も忘れてたんよ。そういや、釣りあるわ、とかも。マジでさ、出品してからさ、この今配信つけるまで結構な時間空いてたんだけどさ、今取引先出してるやつが一個も売れてないっていうこの状況。マジどうしたよっていうぐらい売れてない。乗ってるしなんか、上に。どうした？どこにワープしてきた？っていうわけでね、6時になったんでね、遠征に行こうかと思うんだけど、7コーティングがちまちまと売れてますが、売り値は垂直値下がってます。そう、みんな終わったんだよね、多分ね。終わったんだよ。もう、作り終わっちゃったんだよ。それかみんな買っちゃったか、今後も買う予定なのか。多分作ってる人がそもそも少ないんだと思う。だから、最初こう、作り始めた時にガーって売れたけど、作り終わって、次、防具の方に移ったけど、今グローブとリュックがまだ解放されてないから、結局、ね、頭とか足とかになるじゃん。で、それで今必須で作るとしたら、足なんよね、まず。大体必要なとこって武器と足と手だから、そこ終わってしまったんだよ、多分。あとゆっくりやればいいや、ぐらいに。理科系無課金がレベル60。ちょっと始めたタイミングじゃないかな、多分。始めたタイミングで、だと思う。一瞬、遠征どこに来るか分かんなかった、今。ここだ、遠征は。俺は普通になんか必然的にさ、なんていうの？チャイダンとか行って、かけらとかコアが溜まって、作るタイミングでどんどん増えてくから、作れるものは作っちゃえって感じでやってるけど、これってさ、ぶっちゃけ言ったら、装備につけてしまったら、分解したら5個にしかならないんだよね。で、その5個を次のやつに昇格させたら、まあ2個で1個か、次は3個に1個かもしれないけど、減るわけよ。でも作らずに持っといたら、10個のままだったら、2個だったら5個できるわけよね。20個あったら完成するんだよ。だから、ずーっと温めて、ある程度性能上がりそうな、新しいマップが出そうな、新しい敵が出そうな、その辺に合わせて集めた方がいいっていうのは間違いないんだよね。俺も最初60をスルーして、70から作ろうかなと思ってたんだよ。何回も何回も、なんだろう、再構築とかデータ融合をめちゃくちゃやって、またやり直してっていうのもなんかめんどくさいから、ただ周りがどんどん上がっていくから、それ何もしないのどうかなと思って、一応武器と手と足を作って、残りの防具箇所は、まあ、溜まった時、優先順位決めて作っていこうかなぐらいの感じにしたんだよね。結局ソロでやってる分には単純にもう戦力足りてんだけどさ、
誰かと一緒に行くときになんかこう、ね、クリアできないとかなったときに、ちょっとでも戦力あった方が、まあ、いつものメンバーでこう、進めていけるから、ある程度上げたいなっていう。で、春総裁インした？まあ、ゲームやってる以上はね、上げたいよね。上げれるんだったら。あれ、招待したよ。オッケー。で、他にいなそうだから、ちょっとノラさんを招待して、とりあえず、まず、遠征を終わらせよう。さあ、クリアできるかな？クリアできるかな？本当はさ、ある程度、武装ってあくまで目安だけど、武装をね、チェック入れたいんだけど、まず集まんないんだよね。人が。だからある程度いつものメンバーで行きたいんだけど、まだこの時間いないっぽいから。よし、来た。ついてんね、今日。今日の遠征吸い取ります。3回余裕でいけるわ、多分。あ、やべえ。あった、2個で勝ったわ。さあ、クリアできるかね。よし、頑張ろう。あいつよっしゃ。手下阻止できる人がいる。これはちょっといいぞ。まだ溜まってないんだよな。じゃあいいじゃん。いいね。だいぶいいよ。だいぶ安定してるね。これ結構いいね。安定してる。やばいやばい、卵。危なー。危ない。あれハルトさんが
ただいま永眠しております。あれどこだ？あ、で、蘇生し。ああ、避けられなかった。痛い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 。どれだ？残り物の服はあったー残り物の服来た。大当たり。やったね。めっちゃ大当たり引いたよ、今。もうない？あるよね。絶対どっかにあるはずなんだけど。ないわけない。ここの1個は取られちゃってるから。12分だよ。あ、取られてるわ。いれ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 。マジか。どっか余ってないかな。マルゲスお疲れ様でーす。今遠征来てた。あ、残りもないわ。20分まで待機だ、これ。あ、今仕事終わったの？お疲れ様。なんだよ、さっきまで全然空いてたのに急になくなった。これ初めて引いたわ。これ、今1回目の遠征でさ、大当たり引いたの。これ。レジェンダルチップ箱。これって売れないのかな？売れないやつだ。そう、残り物には服がーって言ってたっけ？来たーって言ったから。ほんと来たーみたいになって。これ売れないんだね。これ開けるしかないんだね。もう。なんだよ。レジェンダリーボックスが出てくれたらいいんだけどさ。レジェンダリーチップだからさ。今、金塊ないから売りたかったんだよな。これは売れるやつが欲しい。そして、あと5分間待機。今日もね、集めていくからいっぱい。素材を集めるよ。65レベルでグローブをね、いっぱい作れるように。
明日とりあえずね、かけらがね、集まってウルトラコアになるから、そいつを温存して、しかも今日、デイリーダンジョン行ったら、鍵なしのレジェコアが出たから、そいつもグローブで作って、ワンチャン売る。ワンチャン売り物になります。そういう時に限って絶対固定の何かが出るんだよな。今回さ、ほんとさ、取引所もそうだけどさ、少ないよね。もうみんな装備作ってるんじゃねえかぐらいの勢いで全然売れないしさ。俺、これ販売中のこれ見て。あ、なんか少し減ってる。あれなんか減ったな。急に減ったな。売れたもしかして。なんか3つずつ残ってるけど、これ。なんかちょっと売れたっぽいな。なんか減ってるな。ここずーっと15個だったんだよ。全然売れないんだよ。あ、レジェンダリーチップ売ってるよ。200個。67,500円で、うわ、めっちゃ出てる。8個出てる、合計。合計8個出てるよ。みんな近海難民じゃん。逆に今、レジェンダリーチップ箱を売らないでくださいって運営さんが告知してたのにみんな売るじゃん。俺も売っちゃったけども。レジェンダリーチのアップデートで、なんかチップのさ、どこが変わるかわかんないけど、なんか修正入るっぽいからさ、売らないでくださいって言って告知入ってたよね。連絡を知らせに。金塊ねって、一番金塊ある人がないって言って。コアはさすがに売ってないね。今日さ、俺、なんか自分が持ってる6のエネルギーコア売ろうかなって迷ってたのよ。そしたら4000円ぐらいだから別に売らない方がいいなと思った時に1個ポチって出てたのさ。だからその時買えばコア買えたんだよね。だから結構誰か出品してる人多いんだよ。9000。9000。今はみんな13。トリーシェル1個13なんだけど、マジ。かわいそうになってくる。しかもこの13なのにめちゃくちゃ売れないんで、売れないと取れないんだよ、なかなか。やっぱなんか基本的に鉱石ってなんか悲惨な運命たどるよね。だいたいモンスタードロップが一番さ、安定して稼げる感じなんだけどさ。今回はそうでもない。まあ言うてナノコーティングは多分まだ、あれだよな。なんか復帰してる。ウィズマイト合金がちょっともう価格が戻ってるな。うーん。あ、来た。スタンバっとかないと。どこだ？なんでこんな敵ばいってんのめっちゃ。出しっぱにしないでもろってみんな。倒してもろって。あれ湧いてない。あ、湧いて、あ、違う。あれ、なくない？あった、目の前に。これを早めに倒さないと、あれがいけない。もう一回。こいつを早めに倒そう。
忘れちゃった。よしよし。はまんの遅いよ。痛い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 。あ、なんか引っかかった。あ、卵か引っかかってんの。えい。イェーイ。もう一個いけるかな。避けだと思ったのに今。また。よし、来い。残り物は惜しかった。違かった。さすがにそんな大当たり来ないよね。あっちあるかな。これはやられてる。ないね。あと入り口にあるかどうかだな。ないわ。で、全員島におるやん。誰も探してくれてなかった。
そりゃ取れないよ。一人じゃ。回復しないと死ぬ。反応しないね。温泉をフィールドに置けたら、温泉をここに置いたらブクブクなっちゃうで。地獄。終了です。30分で残響に切り替わってなくなるから、解散。お疲れ様でした。あ、マスクもらった。放置かなこのユウさん。あ、いた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 。で、次残響。マネキンさんいるかなマネキンさん残響いった？なんか撃たれたんだけど。誰？そこは俺のだとか言ってるのもしかして。マネキンさんいないか。マネキンさんなんかやってるかな帰ってきたばっかだから。誰か入れよう、適当に。なんか暴走車両がいる。あ、ここ違う。今日場所違うわ。あっちだ。
なんか、すかした今。あー、メイン太鼓に姉さん来てくれてた。マジ使いづらくなった刀。うざい、なんかかかってるし。これもやばいな。なんでこれさ、変身できんの？え、なんで抜けた？最悪なんだけど。まあ、自分勝手すぎん？いや、こっちなのかな。
アシュラ持ってきます。なんか一回で抜けるのやめてほしいよね、マジで。なんか自分は一回終わってるかもしれないけどさ。なんかそういう人はなんか、一緒に行きたくないわ。もう一人来んかな、誰か。あと3分。でも人減ったから取れるかな、普通に。お、来た。あと2分。65っていつなんだろう。明日？明後日？そんなすぐにはなんないか。1分。出るかな、この辺に。で。2。刀がすげえ使いづらい。今度は4人いるから楽かな。
なんかたまになんかヨトンのさ、スキル2の方が使えなくなるんだよな。マジだ、フルーツのやめてほしい。よし、ゲイゲイゲイ。終わった。なんかいっぱいもらえるディズニーコイン。メンターコインの方欲しいんだけどな、どうせなら。余ってないどっか。あれ余ってんじゃないハルソーさんのとこ。もう一回もう一回。あ、落ちた。あ、終わりかな。めちこさんはあ、漢字間違えた。あ、リトテアンさんいる。めっちゃ強い方来てくれたぜ。りゃ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 。スカスカ、スカりまくってる。めっちゃ。あ、遠くに飛ばされた。
さすがにもうねえか。ちょうど1回だったね。危ねえ。俺クリアしてるからさ、ずーっと自分が変えないと永久にさ、パーティーが募集状態になっちゃうんだよね。やっと終わった。やっと終わりました。あとは、あと10分後に、あれだね、遠征だね。まあ、遠征行くまでには多分誰かしら来てくれるはず。ちょっと健康値回復。誰か終わってない人いるかな遠征。あるよ。元からあるよ。なんか変わった可能性あるんだったら多分対象に対しての、なんか、なんだろう。当たり判定が変わったんかもね。そう、めっちゃ動かしづらい。ほんとやりづらい。ほんと。前はそんなにさ、正面向かって切ってたら、通り抜けてなんか、やることなんかなかったのにさ。まあ今回なんか不具合って言われて、なんかチャージが遅くなったのはまあわかるとしても、それ以外にも多分いろいろ変わってると思う。まあそんな使ってねえから、残響12用にしか使ってないから刀。あれだけどさ。それでもしんどいもんな。だからそれを、あれなのよ、見越して、あの、素通りした時に振り向いて切りつけるっていうやつを覚えなきゃいけないんだね。めっちゃやりづらい、あれ。じゃあこっちだね、こっちだね、こっち。粘土欲しいな。誰かいないかなあと二人。おう。遠征行く方。
いませんか？あとに、やっぱりみんなシェアメイトはやっぱ変わるよね。モチベーションがさ、やっぱりうまくさ、維持できないとさ、違うゲームに行ってしまうもんな。あんたもともとやってたゲームがあってさ、そのゲームで一緒にやってた人たちが今、逆にこう配信するようになっててさ、みんなやっててさ、ああ、いいなと思ってさっき見てたよ。みんなやってんな、元気してんな、みたいな。個人的にはいろいろやってもいいんだけどさ、やるんだったらちゃんとやりたいからね。そうなってくるとなかなか難しいんだよな。なんか難易度すごくなってね。なんかすんげえ難易度やってなってるよ、これ。難易度20がある。難易度20。近未来の残響がこうなるよ。難易度20。20がある。プープー。みんな終わってんな、これ。レンシンさんいるじゃん。ゲーム内のグルーチャンもぼちぼちみんな、あれだね。使わなくなってきたから閉鎖かな。閉鎖かね、もはや。いなそうだね。野良さん募集しよう。お、はい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 。今度は直しとかないと。てててさあ、取れるかな。あと1分。
どっちだ。結構人多いな、今。ああ吹っ飛ばされた事故が起きた事故。今、事故が起きました。ハルソースさんにと接触事故を起こした今。あ、あ、よかった。あ、モクさんインしたぞ。よいしょよいしょ。ハマるの遅いな、真夜中、ほんと。いや、めっちゃ食らってる、なんか。なんかすげえダメージ食らった。
あ、やばい。最後の最後の死んだー。倒して倒して。え、全開してない？え、どういうこと？え、え、なんで全開した？全開したぞ。入れない、これ。何が起きた？なんじゃ今のは。あとちょっとだったのにな。謎だな。さっきの気になるのはなんだ？よいしょよいしょ。
お、今度はいけた。あ、大当たり出してる。大当たり。死にかけてるんや、めっちゃ。あれ、1個空いてね。走れ、走れ。空いてる、空いてる。やべ。あれがね。なんか今日めちゃくちゃさ、デスティニーポイントだかメダルがもらえてる、いっぱい。あれで再構築チケット交換しけるかな。また糸巻きされた。バボー。で、よし。そこ卑怯じゃねえか。卵邪魔だぞ。
うん。あと1個。もうないか、さすがに。さすがにねえか。それが俺が回復すればいいのか、これで。モーター欲しいんだよな。なんかすんげえダメージ食らってる、さっきからずっと。あと3分。スタンプやってさ、開いてないってさ、なんか喜び2倍とか出てくると恥ずかしくなるよね、スタンプ。嬉しいとかさ、喜び2倍とか悲しいとかさ。ミニスタンプでもいいから出してくれたらいいのに、文字で出てくるから。今日はあと1回遠征行って終わって探索行って、探索とりあえず1回でいいかな。とりあえず探索1回行って、エリート行って、なんだかんだやってから、天守かな。
開いてた。あ、20分になったわ。うわ、めっちゃ動いた。卵吹き飛んだ。卵吹き飛んだぞ、今。あ、いやー、なんか切り替え時のスキル遅くなってね。おう。アマンドめっちゃ遅っ。え、何全開したまだ。え、何これ。え、なんなんこれ。
え、こういう仕様？こういう仕様なのかい？ああ、あれがそうなんだ。マジ適当に組んでるから、多分コードおかしいんだな、これ。あ、やっぱりだ。やたら遅えなと思ってたの。てってってってんてん。バトルスーツもうちょっと強化したいな。あ、65で上がんのか。貯めとかなきゃいけねえな。そしたら。ちょっと休憩しよう。ちょっと休憩。休憩して探索、木材伐採しに行って、モフさんいる。モフさん立ってる。いやー、大変だな。よっこらしい。よいしょ。なんか今日めっちゃ戦った気がすんな。めっちゃ戦った気がする。
ふぅ。とりあえず、一周、カバンが満帆になるまで、木材を買って、ストックしとくか。どうせ売れないしな。ああ、あれだよ。ギルド飯来てるよ、ギルド飯。忘れないようにね、ギルド飯。8時までだっけ？ 10 時までだっけ？何時までだっけ？ 10 時だ、10時まで。10時までに食べればいい。大体なんか採取で探索する前に食べるのが一番いいんだけどね。2時間しか効果ないから、お腹が減りづらくなったりする。あれ？火じゃないんだな、あいつ。シェア。スタミナない。スタミナ貯めるしかないね、もはや。あ、物資輸送なんかしばらく全然行ってねえな。見て見て、攻撃めっちゃ上がったよね。これ。固定についてたやつを普通に再構築したら 4.7 になってさ、そいつ移植したらめっちゃ上がった。もうグンって上がったよ、一気に。手が作れないからな。手作ってそこに攻撃つけて、ワンチャン手も固定攻撃がついたら最強だね。なかなかつかねえと思うけどな。はめとかなきゃな、その分。どの道手と足はいっぱい作んなきゃいけないんだけど、足はもう終わったから、ひたすら手だけだね。あとは手をめちゃくちゃ作って、ユダメージと属性強化のデータを集めて、もう固定がついてる足に先にはめ込んじゃって、あとは手をひたすら貯めて、再構築して攻撃つけてみたいな感じかな。アンセムさんいらっしゃい。晩は初見です。いらっしゃいませ。今は残響と遠征を連戦して、ちょっと疲れたんで休憩中です。もう連戦しすぎて、ちょっと汗ばみました、マジで。連戦しすぎた。いらっしゃい。なんか知らないうちにスキル被ダメージがなんか40%なってんな。なんで？あ、シールドか。シールドたまたまついたやつか。余ダメージがな、ここの余ダメージを50%まで上げたいんだよな。とりあえず手と足に余ダメージをつける予定ではあるけど、余ダメージってマックス数値なんぼ？余ダメージ、余ダメージ。マックス5%しかないじゃん。マックスで5%だったら、2個マックスも10%しか上がんないよ。そしたら38%じゃん。で、プラスランダム再構築で、まあ2%ぐらい補ったとして40。50って言ってやばくない？ 50 どうやったらいくの？あれか、チップか。チップを上げて、蓄積
じゃねえや。集積値でセット効果上げるしかない。きついな、50% って。スキル4ダメージはたまたま昨日ね、もともと金ついてたけど、なんか軽減系いらねえって言って、シールド再構築したら、スキル4ダメージがついたから、1個。金の。あとはまだ、昨日からまたシールドの再構築の日々が始まりました。今まで全然4ダメージ系ついたことなかったから超嬉しい、これ。ほんと。あとあれだよな。ここに金の属性強化がついてくれたら、もうなんかあとはもう、紫でもいいやってなるんだけど、紫の自分が使ってる属性、火とか氷がついてくれたらね、属性値が500ちょっと目指せるぐらいまで上がるから、そしたらね、チップの配分とか付け方も変わってくんだけどさ。あれ、モクさんいなくなってる。モクさん消えた。さて、今日も始めるか。まずギルド飯食ってくるか。ギルド飯食って木材伐採しに行かないと。今日もまた。ハルソースさん置き去りにして置き去り。食べて、ハルソースさん置き去りにしてきたわ、今。で、ペガサスの、まだ昨日の場所だね。昨日のここで、しこたま、稼いでこよう。あ、敵いない。食べて、65上がるのいつかな。まだ先。そもそも64になったのいつだっけ。チップはやはり金にした方が、その場所によりますよ。まあ当然全部金に染めれるんだったら、まあ、染めた方が当然トータルしたら強くなりますけど、場所、金のチップって、通常の、まあ攻撃属性だったら属性4つとかと、プラス、会心が上がったり、弱点ダメージが上がったりって、ステータスが複数つくのが金なんですよ。だけど紫って、まあ付け替えめんどくさいけど、その分、反対のステータスは一番上がるから、まあ攻撃を単純に上げたかったら、紫で染めたりとか、属性値だけを単純に上げたかったら、手を全部紫にするとか、使い方次第なんだよね。ただ結構、金のチップを、まあその箇所ごとに、まあある程度7かな。7ぐらいまで上げれるんだったら、金の方が、まあ同時にステータス上げれるから、まあ強くはなります。強くっていうかダメージを出しやすくなる。
こればっかりはね、持ってるチップの数にもよるから、なんとも言えないけど、もともとね、俺もなんか振り方何回も何個変えてて、つい最近まだ変えたばっかりで、防具に一切ついてないんだけど、防具に金を、まあ3回かな ?3 まで上げるんだったら、つけてるだけで耐久は上がります。だいぶ。ただ、紫だけでやれば、まあ、防御に関しては、紫染めた方が、結構、目に見えて239上がってるのかな、これ。今、紫チップ10を3箇所つけてるだけで、239も防御上がってるんで、集積値は上がんないけど、その分、防御力が漏れる、みたいな。頭に関しては、今よくみんなで流行ってる通常被ダメージ軽減がついてるんで、単純に耐久を上げるために今金を持ってる感じ。ここは盛らなくても持ってもどちらもいいです。自分もなんかチップが集まってきて、あとなんか十何枚で、例えば足のここの今6ランクついてて今度は7になるとかあったら全部外すんだけど、今のところは足りないから耐久に振ってる感じ。ここは多いよな。今流行ってんのは武器を全部エピックで染めるのと、手を全部エピックに染めるっていうのが結構流行ってるよ。攻撃と属性値を飛ばすために。なんか、攻撃されてたんだねかね、今。いや、パンダもね、俺も最初は全部金にしてた。金イコール一番強いチップだから、金に染めた方が強いと思ってやってたんだけど、なんかこの遊び場のゲームって一番強いリアリティだから強いのかっていうのはそうじゃなくて、なんかチップに関して言えば、まあ、各々のステータスもあるんだけど、集積値が一番重要になってくるじゃん。エピックとレジェンダリーで上がる集積値違うんだけど、そこを基準に見て、上げれるんだったら上げた方が絶対いいから、まあ、レジェンダリーチップとエピックチップを合わせて、まあその数を調整して、上がるとこまで上げて、上がりきったら、余ったやつを別のところで振り分けるみたいな。結構ね、一筋縄ではいかない。自分の持ってるチップの総数もそうだし、今自分がどれくらい、コードの、コード強化レベル上げてるとか、バトルスーツの強化が進んでるとか、コネクタ上げてるとか、ペットは何を使ってて、どのくらい上がってんのかとか、いろんな要素があるから、みんな違うんだよね。だから単純に似てる人の真似して、同じくらいまでいきなり強くなることもあるけど、全く違う人の真似して、全く同じにしても全然火力が伸びなかったりも普通にあるから、まあ何回も試行錯誤することだね。こればっかりは。なんかアップデートでなんかチップ切り替えができるようになって今自由に切り外しできるから、最初はそれができなかったからね。最初の頃なんか選択式レジェンダリーなんか2種類あるけど、どっちか選択したらそのまんまみたいだったから、最初。そうだね、27日のアップデートでどうなるかわかんないけど、今現状から下がることはないって言ってて、その上で上昇させようとしてるから、どうふんだろうね。単純にステータスが上がるのか、集積値が上がるその数値がもう少し低くなるのか、全く予想がつかん。
とりあえず強くはなるみたいね。だからめちゃくちゃ頑張って課金した人からしたら、ってなるよ。ってなるけど、無課金、未課金の人から見たら、めっちゃ課金した人がさらに強くなるよねっていう。そんな金チップ同行の前になんか周回できるコンテンツを増やしてほしい、俺は。なんかめちゃくちゃ何回も何回も周回して、運が良ければ、なんかアイテムがドロップしますよ、みたいな。そういうやつ来てほしいな。このゲーム再構築とかめちゃくちゃチケット使うし、課金できなかったら、探索で手に入れるしかないから、無課金。パンダね、パンダも最初無課金だったんだよ。完全無課金でやってたけど、なんか結構負けず嫌いなとこもあって、だんだんね、なんだろう、強くなりたい欲求が高まりすぎて、ちょっと課金しちゃったんだよね。で、課金一回しちゃうと、あと少しあったら、例えば集積値が上がるとか、もうちょっと強くなったら攻撃が何千乗るとかさ、なんかそういう違うところになんか目が向きすぎちゃって、なんか本来そんな課金できないのにめっちゃね、気づいたらしてたりとか。だから無課金、美課金を通せるんだったら通した方が、なんていうのかな。めちゃくちゃ大変だけど、その分、ゆっくり時間をかけて遊べるから、ゲームとしては楽しいと思うよ。いきなり強くなりすぎちゃって、なんか本来苦戦するはずの敵があっさり終わってしまったらさ、ゲームとしてつまらないじゃん。まあ強い敵はいるんだけどね、今は。課金はあんませずに行った方がいいけど、バトルスーツが欲しいんだったら課金するしかない。他に入手手段が今ないから、そもそも。あとは、自分の今、レベル50なのか60なのか使ってる装備わかんないけど、戦力上げるってなったら再構築は頑張るっていう。1日少しずつでも確実に1回でもいいから、回して、もうあれほんと運だからさ。あとは探索頑張って、自分のジョブ素材作って、取引所に出して、それをデータに変えたいとか、COD モバイル。出たパンダもやってたこれなんかね、FPS ゲーム系にはね、課金しないんだよな、なんか知らないけど。運動のみプレイヤーです。なんか FPS ゲーム系はどちらかと言ったら、もう完全に、なんか、なんだろうな、実力っていうかさ、その武器とかの性能が課金で変わらないゲームを選ぶから、結局課金しないまま終わんだよね。このゲームはもともとサバイバルゲームだからさ、FPS つうかPVP の要素がおまけのコンテンツだから、なんか戦力が離れすぎて、なんか嫌ですとかいろいろなんか苦情が殺到してるけど、その要素をメインでやるんだったら別のゲームをやった方がいいよって俺は正直思っている。このゲームの中で強くなりたいんだったらもう、ね、探索とかめちゃくちゃ時間を費やすか課金するしかないから、ただ俺はなんかコンテンツを増やしてほしいとね、めちゃくちゃ思ってるからね、今、インタビューが、ね、結構選ばれた人やってるから、ファンダもインタビューしたいなーってめっちゃ思ってんだよね。要望と
なんだろう、こういうのやってほしいっていうのと、こういう不具合は先に直してください的なやつをね、なんか1時間ぐらい時間がもらえて、すごい面談できるらしいから。内容知らんけど。アンセムさんはサーバーどちらなんですか？何にせよ、始めたばっかりのプレイヤーさんがもっと楽しめるようなイベント。そうだね。なんか、考えてるみたいだよ、でも。だからこう、誰でもできるようなイベントを増やそうと頑張って見てるのかな、今。多分その最中だと思うな。だからこう、釣りイベントとか戦闘に関係ないイベントとかもあるし、そうは言ってもね、運営していかなきゃいけないから、やっぱ課金イベントが重なりすぎちゃって、あれだけど。メイさんいらっしゃい。お久しぶり。いらっしゃい。お疲れ様。俺、アンセムさんってツイッターで見たことあるから、もしかして。超新星サーバーの仲間だね。だから一緒に遊び行けるね。一緒にしたパンダさ、物忘れがめちゃくちゃね、激しいのよ、今。ちょっと記憶障害的なもので。結構うっすら覚えてることはあるんだけどね、結構忘れてることが多いから申し訳ない、本当に。あー結構前だな。結構前だな。でね、配信中とかさ、基本参加型でやってるから、まあ、さっきもめちゃくちゃ言ってきたけど、残響とか、遠征とか、まだ行ってないよっていうのが全然言ってもらえたらお手伝いに行くので、気軽に言ってもらえたら。今はもうね、多分ね、65解放されるまではみんな多分ね、素材を蓄えて、強化に備えてると思うからさ、パンダも基本そうなっちゃうんだよね。弱いんで玉でいけません。行く行くまあ、当然、なんかね、一人だけが強くてもなかなか上の方に行っちゃうと、あれだけど、一度だったら全然クリアできるよ。パンダでも、パンダだけでも。2、3はちょっと、火力っていうか、火力もそうだけど、なんだろう、クリア方法分かってる人がいないと、しんどい。回復しちゃうから。1は全然いけるよ。今、ハルソーさんパーティーに残ってるから、今あれ、8時になったら行きます？遠征1だったら。それはもう3回、空いてると思うから3回終わらせられるよ。さすがにね、3人じゃね、
23をクリアできる自信が正直ないから。あ、充電中なんだ。了解了解。スマホをサキュレーターに乗せてキンキンに冷やしてるから、冷やしすぎもダメなんだからね。急激に冷やしすぎるとの端末の中に水滴できちゃって、結果焼き付いて壊れるから、キンキンに冷やしてもダメだよ。自然に温度が下がっていく分にはいいけど、急激に落とすと水滴つくから。焼き付いちゃうぜ。30年もしている近畿をしているのでそしてこの後 COD の配信者では遊ぶ約束か。それはしょうがない。まあまたの機会に、まあいつでもね、タイミング合えば。COD か。なんだ、もう、なんか、やりたいゲームっていうか、興味があるゲームとか、あるんだけど、なんかね、中途半端にやるのが嫌いだから、できないんだよね。何かやったら結構、一本みたいな。特に配信でやっとるから、まあ、ちょっとした時間、なんか違うゲームを気分転換やるぐらいならいいけど、結構ガチめにやっちゃうと、どれがメインでやってんのみたいになっちゃうからね。まあ、昔やってたゲームとか、やりたいゲームはあるんだけどさ。それは時間、そうね、かかるね。デイリーとかこなすだけでもかかるしね。で、課金してる人は、結局その時間を変えるから、あれだけど、できない人からしてみたら探索とかめっちゃ時間費やさなきゃいけないからさ、素材集めとかも含めて。出た。今日は65来た時にグローブいっぱい作れるように素材集めてるけど、本当は金塊に変えたいんだけど全然売れなくてさ、ホープさんは、どんくらい使ってるかな、もう。まだ4桁に行ってない、4桁じゃねえや。意味合い変わってくるの、4桁って。まあ、7、800万ぐらい使ってんじゃね普通に。自分の戦力上がってる今の状態以外に、なんだろう、レジェンダリーチップの箱とかを結構な数ストックしてるから、多分。前なんか道具箱を公開してることがあったけど、なんか尋常じゃない数をストックしてるからさ。だから結構上位にいる人たちは、もう普通に数百万は当たり前により使ってる人たちだからさ。ただその数百万を使ったとしても、結局このゲーム、その再構築とかさ、データ融合の運任せな要素があるから、
まあ、金塊で買えるものは多分みんな金塊で買ってるだろうけど、その金塊で買えない要素だよね。まあ、シールド再構築とか。そこはもういくら課金しても、ほんと運で全然出ない時もあるし、まあ、数万で出す人もいれば、数百万かけても出ない人もいるし。そこは目指しちゃいけないとこだよ。そこは絶対に目指しちゃいけないところ。すごいなぁとは正直思うけど、その程度止めとかないと、気づいたら大変な目になってるから。ただ、運要素だから、本当に、なんだろう、数千円でめちゃくちゃ強いのが出る可能性もあるから、だから無課金の人でも単純にこうドロップとかで集めたそのポイントだったりチケットだったりで、そのなんだろう、すごい廃課金って言われるジョブの人たちが羨ましがるようなステータスを出すこともあるのよ。だからビギナーズラック的なもんなのかもしれんけど、本当にね、無課金で、シールド再構築に金が4つぐらいついてて、全部攻撃特化の4ダメージの人をつけてる人俺も見たことあるから、前のギルドで。あ、なんかついたってすげえなって言ってたら、あ、またついたとか言って、その、話してる最中に金がどんどん増えてったみたいなね。だからほんと運なんだよ。つくときはつくし、つかないときはほんとつかないし。金貨ないんで貝殻のベッド。いや、めっちゃ売れる。それめっちゃパンダ欲しいわ。めちゃくちゃ欲しいわ。ただいくらするかわかんないけど、貝殻のベッド。超高そうだ。あれもう手に入んないから、速攻売れると思うよ。パンダもやっとさ、あの、金額じゃなくて、設計図のやつをいろいろ頼んで売ってもらったりして全種類揃えたけど、貝殻のベッドとか、でっかい、大型水槽とかはまだ全然手に入ってない。絶対高いもん。ベッドとカモメ。いいじゃん。売れるよ。カモメは買うタイミング逃したんだよな。なんか買おうと思ったら、高いとか思って、当時。それ買うんだったらこっち先に買おうと思って買ってるうちになくなって終わったね、イベントが。多分ね、ベベッドいくらかな、ベッドいくら出てたっけな、多分終わってるから、最高金額の50%でも売れると思うよ。建築関係にあんまり力入れてないんだったら全然売っちゃっていいと思う。あれ、いや、マックスでいいと思うよ。マックス一番最高ね。高値つけていいと思う。大型水槽みたいとか、なんだっけ、人工島のさ、装飾品みたいに、めちゃくちゃ高くなんないから、最大値つけても。全然つけていいと思うよ。だってもうないでしょ、あれ。ここじゃねえや。あ、大型スイーツついに完売したんだ。これ大型スイーツを欲しい。1個欲しかったんだけどな。でもこれに50万金塊ぐらい出すんだったら、装備買うかな、俺は。なんかもう、レベルが貫出して、ある程度の
満足いくとこじゃないけど、ある程度のステータスができてるっていう状態で金塊があったら、即買ってるけど、まだまだね、これから先があるから、買えない。俺、このヤシの木も欲しかった。あん釣り大会の水槽はあれだよ。大型水槽じゃないよ。巨大水槽だよ。あれ、大型水槽だっけ？巨大水槽だよね。巨大水槽。そうそう。大型水槽課金限定だと思う。ここに大型水槽出たらある意味暴動が起きる。暴動が起きる。無課金の方からはすげえ感謝されるけど、課金した方からはめっちゃ反響があるよ。巨大水槽なんだよな。巨大水槽はファンダム2個持ってるからな。まあ3個目あってもいいけど。だから今どれを買おうか悩んでんだよな。この錦鯉買おうかなとも思ってんだよな。でこのこの釣り見ると永久に続くんでしょ？土日限定の。水槽めっちゃ手に入るから、もう、今後、あそこでさ、シェルターで使わなくていいってことだよね。水槽には。いつか手に入るってことで。いつかなんか壁の代わりに水槽で囲える日が来るよ。なんか、湧くの遅いな。貝殻ベッドいいな。貝殻ベッドとカモメさんは出した後に、即売れしなかったら、ワルちゃんに出しましたって言ったら速攻なくなると思う。あ、A の置物ね、あれ人気だから売れるよ。ファンダム2個だけ買った。A の置物さん人気だから。めちゃくちゃA の置物だけをストックしてる人いるからね、30個ぐらい。大人気だからあれ。いや、ヤシの木欲しかったな。設計図だったらよかったのにな。そしたら結構金塊まとまった金塊になるんじゃない？あれ、貝殻ベッドいくらだっけな。そもそもあんま出品されなかったからさ、ベッドが。まあ1個しかないからさ。一つのアカウント1個しか手に入んないから、あんまりね、出品する人がそもそもいなかったんだよ。あ、俺も頑張ったよ。クラゲと、なんだっけ、クジラさんと。で、つい2日前ぐらいに、波模様のついたてをやっと売ってもらった。で、今、新しく家作ってる最中。
でも建築でも自分である程度するんだったら、残しといた方がいいと思うけどな。スタミナがあるんだったら、探索して、ジョブ素材を作って売った方がいいと思うよ。何百万金塊で売れるんだったら、まあ、悩むけど、何十万金塊だったら、売らない方がいいと思う。で、間違って波ついたってのが買っちゃったら、それは売り出したら売れると思うよ、まだ。俺はずっと、その、ついたてだけで全然買えなくて終わっちゃって、つい最近、あ、持ってたわって人がいてさ、やっと手に入れたけど、多分欲しい人いると思うから、今のさ、建築物でさ、透明で透き通って見える壁ってないのよ。あの、曇ったガラス張りはいっぱいあるんだけど、奥が見えるやつってないから、ついたて結構ね、人気商品だよ。しかも動いてるし。だから全部、ついたてとかは、最高値で上げたとしても、2万ちょいの、2万ちょいかなぐらいしかなんないからあれだけど、ベッドいくらだっけなベッド50かな ?50、40、そんくらいかな。なんか安かったような気もしないでもないけど。ついたって前は通り抜けられたのにアップデ以降、通れなくなった。あ、そうなのそれは試してなかったわ。まあ、通れなくても、見た目だけで結構綺麗だから、なんか今日あれだな。なんか木の脇が遅えな。気のせいか。なんか引っかかった。エリート戦場も行きたいしな。あ、木湧いてる。いや、マジで全然売れねえな。昨日出した、取引所出したやつが未だに売れてないからな。どんだけみんな装備作ってないんだい。まあ、売れ残ったら売れ残ったで、まあ自分の作る装備用にするけどさ。昨日エリートで電波ちゃんに蹂躙されました。まあそういうパンダは今電波ちゃんのいるギルドだけどな。で電波ちゃんのギルドにおるけど。
まあ、強い人はいるからね。まあそういう人に挑んで倒せるようになったら、まあ成長したなって思えばいいよ。でもエリートっていいよね。その上位の人とさ、対戦する機会があるから。まあ、向上心がある人はどんどん向かっていった方がいいと思う。でもなんか、やられて、あ、もう嫌だってなる人は、できるだけ逃げた方がいい。心折れちゃうから、マジで。あんなも結構ガンガンやられるけど、やられたで、向かっていくタイプだからさ。でもそれが、なんかすごいまぐれでも、倒せた時めっちゃ嬉しいからね。ここまでなんか強化できた、成長できた、みたいな。そうね。防御力めちゃくちゃすげえからね。ただ上位の人でもなかなか削れないからね。だから結構ね、分かれんだよね。上に行けば行くほど。なんか防御をすんげえガチガチにする人と、シールドをガチガチに上げる人と、まあ、再構築してる段階で、なかなか揃えるって難しいから、偏っちゃってそうなるんだけどさ。まあ一番は防御がいいらしいね。やっぱり自分の持ってる基本ステータスの、攻撃、防御、シールド、HP か。これはバトルスーツにも反映されるから、バトルスーツがカチカチになる。防御を上げれば上げる。あ、スキルダメージも反映するな。スキルダメージ。反映されるよ。あ、反映されるよって言って、俺は防御とかに関しては聞いただけだけど、スキルダメージはちゃんと公開されてる、運営さんのやつで。で、近接系の、なんだっけ、ミコトとかは、近接4ダメージあるじゃん。あれも反映される。多分ディスコードかな、誰かが質問して、運営さん回答したやつを貼ってくれてた人いたはずだよ。あとはみんなが単純に検証した結果、なんかボン上げたらバトルスーツも硬くなったよねっていう話になったんじゃねえかな。でも確かにね、全く同じタイミングで打ってるのに、普通に負けることあるからね。一瞬で解けたりとか。範囲よダメは分からん。ただ、スキルよダメージは全バトルスーツに反映するって書いてあったよ。
範囲をダメってその個々で爆発に入るようはわかんないけど、っていうダメージってあるじゃん。スキル余ダメージじゃなくてスキルダメージの方だと思うよ。どっちの数値が入るのかな。余ダメージの方も入んのかな。書いてあったのはスキルダメージだったね。自分のさ、詳細の一番上にあるやつ。スキルダメージって。結構ね、説明されてない要素ってめちゃくちゃあるから、運営さんとさ、話ができる人って結構何人かいるんだよね。その人が、その都度なんか疑問に思ったことを聞いてくれてて、で、回答が来るものもあればないものもあるんだけど、それを載せてくれたりしてるんだよ。こういうものが来てましたとか。パンダもそういうなんかね、なんか最初の頃にみんなに来てたらしいんだよね。なんか LINE とかもあるらしいから。つい最近なんか別のさ、公式 LINE になんか入りませんかみたいなの来たけど、あれじゃなくて、運営さんの LINE になんか招待されたらしい。最初の頃。全員ではなかったっぽいけど。スキルダメージとダメージは何が違うか分からんです。いや、単純にスキルダメージは自分の技のダメージじゃない。余ダメージは全ダメージに、全部のダメージに該当する余ダメージって。まあ、余ダメージは全てのダメージと覚えたらいいと思うよ。ダメージ表記されるもの全てに対象だ。スキルってついたらスキルダメージ。ついてなかったら余ダメージみたいな。違うな。スキルはスキルダメージ。それ以外を全部余ダメージ。あ。スキル表記なんて覚えたらいいんだろうね、これね。まあ、余ダメージは全部のダメージに該当するダメージ。だから、余ダメージプラススキル余ダメージだったらスキルにそこ乗っかってる感じなんだよ。計算式わかんないけど、どういう計算なのか。いまいちこの計算方式わかんないんだよな。なんか減点方式だよとは言ってたけど。もういっぱいいっぱいになっちゃった。帰ろう。難しいよね、ここの、スキルダメージが100%あって、スキルダメージ軽減が10%あったら90%分しか入りませんよっていう単純計算なのか、また細かい計算があるのかよくわからないこのゲーム。あ、奥さんいた。ちょっとお腹壊してるからな。唐揚げカーペ。データダッシュいいな、データダッシュ。俺もうデータダッシュ行きたいって言ったら俺配信終わるしかねえからな。スマホから行くしかないから。
パンダが今、建築中のお家。これ今、俺が裏で作ってるやつ。その、欲しいね、パーツがまだ足りなくてさ、階段とかも変えたいんだけど、その欲しい階段が、課金プランなんだよね。建築プランの、海辺のお家のやつ。青い階段が欲しいんだけど、パンダさん、引っ張ってもらえるかもしれんけど、その場合は、あれだな。あれだね。あれあれ。一回解散して、ハルソーさんがパーティー作って、そこに俺を招待する感じだね。やるとしたら。俺が作ったパーティーにいると PC サーバーになっちゃうんよ。で、ハルソーさんが自分で作ったとこに招待すると、一応モバイルサーバー優先されるから、あとは対戦相手が PC と、その、スマホの複合パーティーなのかどうかで、いるかいないかで、マッチングするか決まる。だいたい2人パーティーだったら2人パーティーの人らが選ばれてマッチングするから、ただ相当運良くないとマッチングしないと思うけどな。ああ、そっか。そうだ、ランクがあったね。上げるしかないね、ランクを。そうだね、ランク差があったわ。そうなんだよ。データは俺ダイヤだからな。ビーナスは超新星に。そう、このランク差があって一緒に行けないっていうのはまあどのゲームもあるんだけどさ、できるようにしてほしいよな。上げるしかないね。それか来シーズン、でも来シーズンも、俺もランク2個くらい下がるけど、みんな下がるからな。結果上げなきゃいけないんだよな。ダイヤは無理。ダイヤは大体同じ人しかいないから今。俺できなくなって、スマホでやってないからあれだけど、みんなスマホに持ち替えてやってて、大体レイバースと電波の人が多いから、ダイヤは地獄だよ。今データのダイヤは地獄だけど、ビギナスは逆にやってる人がいないんかな、あんまり。やっぱ戦力差がありすぎると、やっぱ勝負にならないから、やっぱみんなデータ行くんだよ。ある程度。そこまで、そんな、構成ではないけど、ビーナスに比べたら、ある程度抑えてくれてるからね。データの方が。そしたら、俺は一人で、エリートでも行こうかな。マッチングした。あげてくれ。蹴られた蹴られるとこある？そんなことある？マッチングした。キャンセルされたのか、
頑張って上がっといで。一個ランク下までは一緒に行けるから。できればヴィーナスを上げてほしいけどな、俺的に。誰だ、俺打ってるやつは。死ぬ死ぬ死ぬ。超眩しい、なんか。これやばい。あ、死んだ。ああ、上にいるのを先にやればよかった。遠いな。いい取り行かなきゃな。おお。いるかな。いないんだ。
個取ったらワンチャン。あ、でもいい取られてる。あ、よし、あ、よし、やってる後ろで。なにースランクスーツは無難に寄った方がいいですか？最初の1体、今後しばらく取らないんだったら寄っとんでいいかも。いけ、寄ってるのが一番ね、どっち PVP も PVE もどっちも使えるから。ただ耐久がめちゃくちゃ低いから、あ、いててて。壁越しとかだったらめちゃ強いけど、正面にいる敵にはめっぽう弱いです。なんか今、ヨトン2体ぐらいレーザー小足しだね、今な。あ、横にいた。そもそもアンセムさんはどういう攻め方なんだい？近距離ガンガン行くタイプなのか、中距離攻めるタイプなのか、スナイパーで遠くから撃ち抜くタイプなのか。これで1万。いや、足りねえな。どっかで稼がなきゃ。モビルスーツ。モビルスーツ。ちょっと寄ってんでいいかな。寄ってんのが使いやすいか。常になんか遮蔽とか壁とかさ、隠れながら撃って、ある程度まとまったら壁の内側から寄ってんの起動して、貫通させて敵倒すみたいな。でもね、火力が上がれば、リョトンのレーザーも上がるんよ。ぶっちゃけ。
スキルダメージ反映するから、だから貫通レーザーが火力が上がったら、成長するためにどんどん強くなっていくんだよね。だから自分で、なんかノロノロしたバトルスーツより自分で動かしたいって言ったら、ヘルメスがいい。俺は2体目ミコト買って、交換して、まあそれはそれで強かったけど、やっぱり機動力はヘルメスが段違いだから、本当に。ああ、普段から慣れてるもんね。人いっぱいいるな、こっち行くか。ハルソーさん敵にいる。ハルソーさん発見した。ハルソーさんが敵におります。ああ、ちょっとハルソーさん探しに行こう。上か。が、いで。C を奪還したいな。強っ。めっちゃいるな、ここ。いやー、ミサイル当たんなかった。でも、当たってもダメか。C ガラ空きかな。危な。え、どこ？
ああ、外した。おお。めっちゃ差開いてんな。そしてハルソウさんを最初に見かけたっきり全然見かけないけど、どこにいるんだろう。探してるんだけどな。もしもし取られてる。あ、取り返した。あ、取られた。じゃあ B ガラ空きだな、多分これ。取っては取られ。終わってしまう、これは。ああ。終わった。まあこれでデイリーを取って、1540。全然だな。あ、長期検証あるからちょっと準備だけしとくか。ちょっと準備。ご飯も持って。次、エデンだな。ナイファイもう完全 FPS だね。ナイファイ、GG。あれ、どこだっけ、あ、敵がボスいるとこ。いや、地道に倒してくか。真ん中いるかな。あ、向こうに。あ、いないな、これは。あ、いた。やった。2体だけしか倒してないの箱もらえた。ラッキー。
敵いとこどこだっけ？あと。俺あんまエデン来ないからさ、どこにいるかわかんねえんだよな。あと500。あと500。あと300どっかいねえかな。まあ今もまああるけど、一応いろいろとね、仕組みが変わってさ、3回キルされたらなんかマーキングできるとかなんか変わったよ。仕様が。俺もあんまエデン来ないけど、グラナイトメダルが欲しいからさ。ちょっと今週はね、マジ体調悪くてさ、できなかったから、どっかで回収しないといけない。よし、終わった。あとここ。マジね、グラナイトメダルね、重要だよ。COD なら1%ぐらいに。まあ、こっちはね、武器がみんな同じ性能じゃないからね。武器性能が違うからみんな。しゃあない。それは。他の FPS は、基本武器性能みんな同じだからね。同じ武器持って。ただマガジンがあるかないかとかで弾数がどう変わるかぐらいしかないじゃん。こっちは色変わるからな。なんか撃たれてんだけど。なんだこれは挑戦状か？別に、受けて立っても別に俺は構わないけど、やるのかこれ。仕事が夜勤なんで、あー、なるほどね。あ、コルクの隠れ家もやんなきゃいけないのかな。車通ってきたね。あ、それ今なんか時間制限多いもんな。拍手されてる。拍手されてる。踊ってる。ああ殺されたんだけどちょっと一緒に踊ってたのに今。
容赦なく目の前で倒されていきましたね。さっそうとなんか車、なんか音聞こえたなと思ってたんよ。そしたら、さっそうと現れて、ストーンって終わって踊ってたのに、今、拾ってあげよう。あ、拾ったダメか。拾ったら取っちゃうから。で、出口どこだっけ？あ、ここだ。あ、もう強かった。これは危険に巻き込まれる前に撤退します。ほら、メダルだけもらえればいいから。これで8時ぐらいでしょ？今日ってプールないよね、プール。安らぎのひととき。なんだっけ？これにあったコルクと、あ、安らぎあるわ。安らぎか。いけね。9時だ。9時から安らぎ。行くとこにコルクマッチング。俺これ下手くそなんだよね。マッチングしねえな。あ、コルクでももらえるんだ。占い手メダルって。俺やんないか分かんなかった、全然。ああ。ミリも削れねえ。そりゃそうよ。なんか変身できなかったんだけど擬態できなかったんだけど。ペットにやらされるし。ペット強いからな、みんな。乾燥してるからね。
バグってる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 。すごい。通り過ぎてった。鬼が。そろそろ私置いてましょう。あー、了解。来てくれてありがとう。またゆっくり遊びに来てね。これはどっち？へ。あ、そっちにいるよ。あれ、今の鬼じゃないの？挟まれてる、挟まれてる。お？見つかった。逃げ延びてる。あ、後ろにいる。来てる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 よ。あー、来たー。お、あと、数秒。逃げ切れるか、これは。逃げ切った。うまいな、この人。次、安らぎ。いや、安らぎはもらえないんだけどな。一応今のね、変なイベントの、変なって言っちゃった。イベントのね、ポイントを稼がないといけないから。これ終わってもまだちょっと時間あるな。車一回やるか。いや、ほんと売れないな。なんでこんな売れないんだろう。ジョブ素材、木材防具の。もうこれは明らかに作ってないんだよな。作ってる人がいないんだよ。もう終わってしまってんだよ。だから、金塊不足はあるかも。まあ、要は売れないからね。売れないからみんな稼げないから、課金で、昇格とかを金閣じゃねえや、金塊にできる人以外は、そもそもないかもしれんけど、なんかもう、ある程度持ってそうだよね。ワンチャンそのグローブが来た時に、ちょっと売れるかもしれないから、持っといてもいいけど、どれみち自分も使うしね。自分も使うから、抜けたら戻ってきた。時間あるからね、研修まで。研修まで時間があるから、
いいな、ヴィーナスやりたいな。あ、眩しい眩しい。珍しく安田いねえな人。無事脱出。コネクターありがたい。危険これもらって、データダッシュもらえないんだよな、できないから。とりあえず俺スキンは別にいらないから、これ。使わないし。いらんから、これエピックチップまで取れればいいからさ。さあ、どれでいこうかな。属性上げたいんだよな。このまんまでいっか。今日の長期研修誰なん？そして、こいつ？違う。このドラゴンって弱点なんだっけ？これだ。あ、一緒じゃん。全部一緒じゃん。スマホは了解。冷やしといで。お疲れ様。雷でいこうかな。雷。雷。あいつ。あ、ここじゃねえや。どこだっけ？あ、ずーっとついてたのか。なんで氷上がってんの？ん
296か。下がっちゃったな。いっか。まだ持ってる。音が消えてる。音が消えてんな。とりあえず一回だけ車行くか。それで、ここで500もらえるから。マッチングしない。あ、なんか音消えてんな。洗濯音がしなくなってる。よっしゃ、逃げる方だ。メモ太郎さん、こんばんは。はじめまして。いらっしゃい。朝もちパンダと申します。よかったらゆっくりしてってください。今は長期研修前の時間潰しで、ちょっと、メダル探してきてます、今。やばいやばい、なんか味方に挟まれてるって、俺。なんだ、味方に、アーカイブは少しさせていただきました。ありがとうございます。まあ、大したこと言ってませんけども。まあ、楽しんでやってるのでね、よかったら、まあ、サーバーとかも一緒だったら、ぜひぜひ、タイミング合えば一緒にで、仮にでも行きましょう。いやー、もうさっきから味方と立ち合わせばっかしてるな。おー。レモ太郎さんは、サーバーはどちらですか？
大惑星か。マジさんがいるとこだ。残念ながら一緒に遊べないけど、たまに、マジさんのギルドマルさんだけ唯一ね、クロスプレイでファンとフレンドになってるわ。他のサーバーで唯一フレンドになってる。あ、ちょっと。あゆさん、今ギルド頑張ってるからね。なんか、サーバー対抗戦とかあればいいのにね。ぜひ何か面白い情報とかあったら教えてください。超新星はね、もうね、PV が盛んなサーバーだからね、もう、血みどろなサーバーです。平和な話題があんまりない。最近復帰したのでいろいろ勉強した。あ、そうなんだ。よく戻ってきたね。パンダの周りにもね、最初の頃から一緒にやってた人みんなね、違うゲーム行っちゃってね、戻ってくる人は多分誰もいないと思う。誰一人多分戻ってこない。だってスタート時期に上位トップ10に入ってる人すらやめてるから。俺のパンダがこう、やれよって引き連れてきて、4日でトップ10まで入って、3位まで上がったんかな。でもなんかやることをやって、飽きちゃって、もう戻ってこない。よく、でも大体みんな一回離れると戻ってこないからさ、悲しいよな。スタート時に比べたらだいぶ変わったよね。27日またね、アップデートで今度チップの修正が入るから、またちょっと変わるのかな。最近の出来事、スキルデータカード高いし、バンバン売れるから売ってたら、どらいことになったら売れる売れる。超新星はね、どっかのタイミングで売りが出てるんだけど、大体同じ人が買って、回ってこない、全然。データ系は。他のサーバーとかは、むしろ、なんか売れ残ってるようなデータも、こっちにだと、もう何も残ってないの。欲しくても買えないもんな。
全属性耐性はいらないな。強くなるために重要なものじゃなかった。まあそうね。まあ再構築で、まあ運がよく、ね、当てることができたら別に、あれだけど、あった方が早い。自分の好きな欲しいやつをピンポイントで自分の武器とか防具につけられるから。だから装備厳選でいっぱい防具作って、で、それを分解して、で、ランダムでこう、パーセントでエピックが出るのか、まあ、ノーマルレアなのかっていうのを永遠と繰り返していくうちに溜まっていくっていうね。固定についてたら、エピックだったら3枚、レジェンダリー上だったら5枚返ってくるから、まあ、それで10枚集めたら、まあ、好きな箇所に好きなデータ、ステータスをはめ込んでってっていう。で、金だけはめちゃくちゃ重くて、運よく作ったらラッキーだけど、ほとんど出ないから、まあ、出るまで作り続けるか、取引所で買う。まあ、1枚27万とか30万金塊分出して10枚揃えてみたいな。パンダは昨日ね、たまたまエピックの防具作って、まあ、レアのデータ出たら売ればいいかなぐらい作ったら、エピックがレジェンダリーに進化してて、お、ラッキーと思ってみたら固定に金がついた。固定割合3打って40万かかっ待って、固定3打って40、あ、1個か。1個40万ってことか。1個40万って結構いい値段で売れたんじゃない？こっちの今期さ、今いくらだろう？あ、値段上がってる。っていうか、安い27万台を全部売れたんだね。で、30万台が残った感じだ。今と最安で31万。それはめっちゃ安い。1個30万だよ、こっち。いいね。最高値が今39万出てるけど。だってな。で、防御、なんか安いな。最安値19万の一番高くて28万。今度からちゃんと。パンダもね、結構最初の頃ガンガン売ってたよ。なんか再構築出せばいいや、みたいななんか変な、軽く考えて、でもいざ出そうと思ったら出なくて、再構築、いやめっちゃシールド安いじゃん。6万だよ。60万あったらシールドつけれるで。まあ、防御の方が欲しいけど。1、2、3、5、6、7、8、9。1枚だけ10枚。まあ、端数分あったら100万で作れるわ。この極端な差は何だ？50装備のがなかなかね、うまくいかなかったからな。データ、60になる直前ぐらいにやっと埋まったけど、それ全部分解して今頑張ってる。いつも配信してるよ。昨日、一昨日まではちょっと体調崩してたけど、だいたい6時ぐらいからやって、夕方6時ぐらいからやってる。結構探索終わっちゃったからさ、もうだからだいたい今は65レベルに備えて素材集めて、まあ採取がメインかな。合間にこう残響とか終わってない方の手伝いしたりとか。あとは、なんだ、
メダル集めてコネクター強化かな。なるべきます。ありがとう。たくさんね、サーバー問わず来てくれればね、まあ、情報交換とかできたりね。パンダもこう知らないこと多いから、結構ね、ためになるんだよね。あとはなんかこう、お知らせとかこう見逃してることとかさ、そんなことあったみたいな。まあ一番はね、こうサーバー、同じサーバーだったらね、一緒に遊べるんだけどね。いってらっしゃい。あんたももう待機してる、ここで。危険種の場所で。さあ、今日の危険種はどんくらい出るかな。属性が下がっちゃったからな。痛いな、ちょっと。よし、もう少しだよ。よし、ご飯食べよう。よし、スタート。どっちが強いかな。
ああ、弱点あんまり入んのかな。スマホの配信を聞いてます。あ、どうだ。ああ、入れなかった。でも、今まで過去最高ダメージ出したのにな。一番ダメージ出したのに102なんだけど。トップ10で5000か。1位が1億超えてるけど。1億超えてますけど、億って書いてあるもんね、これね。すげえ。億だよ、億。億単位のダメージが出てる。明日の牛丼戦はライバース。すごいなぁ。おかえり。今日の選手はすごかったな、みんなダメージが。過去最高だったんだけどな。やべえな。今までだったら普通に、武器は何メイン、今は真夜中使ってる。もともとファルコンだったけど、ファルコンがちょっと弱体化しちゃって使いづらいってことだったからね、今、真夜中に変えて頑張ってるよ。本当は無声の方向使いたかったんだけど、なんかね、思ってたより、なんか弱かった。なんか癖があるとかだったら全然その癖は頑張ってさ、やり込んで使い込んで、なんとかこうしようと思うけど、そもそも火力が出なくて、だから一番使いやすかった真夜中になった。まあ真夜中もね、スキル余ダメージとかいっぱいこうね、もらわなきゃいけないやつがあるから、なかなか大変なんだけど。自分は無声の方向を救いたいからメインにしてます。頑張れでもそのうち修正来ると思うけどな、さすがに。無声の方向は。なんかもったいないんだよな。アルソースなのに秘宝、危険生物のために起動しようとしたら、スマホ勝手に電源落ちた。もう限界だったんだね。限界だったね。負荷に耐えられなかった。お疲れ。スマホお疲れ。働かしすぎなのよ。無線の方向な使い勝手は別に悪くはないと思うんだよね。倍率が低いんだよな。もうちょっと上げてくれたら、みんな使うと思うんだよ。大事大事。充電しよう、充電。無線の方向が進化することを祈ろう。なんとかして。なんとかして使うんだったら、スキルヘイストをガン積みするしかないんじゃないかな。結局スキルで6発、ゲージ、銀の弾と金の弾を回収して6発連射するやつをできるだけ高頻度で打てるようにすれば、まずは使える、実用できる段階に持っていけて、
で、その6発が結局1回撃つと弱点に当たる確率が50%まで上がるから、まあ、弱点のダメも上げて、スキルのダメも上げて、まあ、ダメージが出るようにして、それを、まあ、一定の頻度で回せるんだったら、実用できるようになると思うよ。無声は衝撃波のミサイルのクールタイム3秒にしてくれるだけでもいいかな。ただなんかね、無声の方向自体ね、その、ミサイルが15秒に1回出るんだけど、スキル打つとキャンセルされちゃうんだよね、そのミサイルが。治ったんかな？なんか不具合あったけど。で、大体、その、運用の仕方が真夜中と似てるんよ。真夜中は普通に、撃ってると、感覚でさ、小型ミサイル撃たれるけどさ、あれも15秒ぐらいかな。なんだけど、スキルはミサイルじゃん。ドーンってでっかいミサイル。無声は単純に6発の、まあ、弱点狙ったエイム射撃みたいな。で、特化も、特殊特化もほぼほぼ一緒なのよ。で、唯一使うかどうかの判断基準の倍率が低いから、それさえ上がれば、みんなスキルヘイストガン積みして、回転率上げて、まあ、茨つけるなり、爆発、まあ、誘爆と連続爆破つけて、まあ、2体以上に敵を当ててとかさ、まあなんとかして使おうと思うと思うけど、それをやったところでの倍率が低いから、真夜中でよくねっていう話になっちゃって、結果、中距離タイプは真夜中になったんだよね。まだ、渦の方がいいとかなったり、まあ遠距離部門はまだね、ブレーとソーラーウィンドウがあるから、そこはずっと役割が違うから生きてるけど、ファルコンの後釜としてはね、無声の方向は弱すぎた。じゃあ、ファルコンが強すぎたんか。ぶっちゃけファルコンもね、なんか弱体化入って、まあちょっと弱体化の倍率が3桁がなんか2桁になったらめっちゃがっつり落ちてて、本当に弱くなったけど、別に使えないわけじゃなくて、結局、そのスキル倍率が落ちたから、まあ、通常ダメージとかをよだめで盛れるんだったら、まあ、今までと同じ運用はできるんだよね。ただ、今まで対面で勝てたのが勝てなくなってるけど、その辺はもう氷結で、氷でカバーするしかない。まあ一番楽なのは真夜中だね。使いづらかったらだんだん慣れてきて結構あれだけど、まだちょっとなんか違和感あるよな。今は装備入れ替え時期だからまあ、データが揃ってないってのもあるけど、もうちょっと上げたいよね。お、200ありがたい。1番。もうちょい欲しいな。あと600頑張ったら明日でギリギリ1万4000いくんじゃないこれ。これ、あれじゃない？今日車頑張ったら明日無理やと思ったけど、1万4000いくじゃん。あ、取ってなかったこれ。あ、あれもらうの忘れてた。あ、明日行くじゃん。明日で1万4000いくわ。達成するわ。1500エリートでもらって、
エデンで600もらったら達成。よかった。オーダスの特化やら何やら無声やっても面白いけど。無声な、あの球体好きなんだけどな。無声とか弓とか単発が高いやつって属性よりも通常強化。弓はどうなんだろうな。無声は通常強化でもいいかもしれんけど、結局、6発の方ってスキルなんだよね、確か。通常だっけあれ。あ、持ってないから見れねえか。こっから見に。あ、書いてないや。でもスキルダメージだと思うんだよな、こっち。こっちはスキルダメージ書いてあるけどな。無声は多分スキルダメージかな。まあ、通常上げた方が当然強いけど、言うて7発だしな。弓は属性じゃねえかな、多分。通常強化ってこれでしょこれ。基本これは使わないかな。めちゃくちゃガチで強化が終わってる人だったら、まあこれでもいいかもしれんけどね。めっちゃ攻撃力とか、スキル4ダメージとか4ダメージとかもめっちゃ上がってるけど、なぜか属性じゃ極端に低いんだったら、これでもいいかもしれん。なんかね、属性の方が強いんよ、やっぱり。まあ、当然弱点とか、抵抗がついてる敵には、まあ、ダメージない時もあるけど、そのさ、属性って単純にこう火とか氷とか電気とか酸とかあって、単純にその属性がつきますよじゃなくて、おのおの効果があるんだよね。ここに書いてあるけど、火だったら、なんか非属性ダメージになって、一定の確率燃焼になるよとか、燃焼になったら5秒間に毎秒攻撃力の 4% ダメージ5回スタック分とか、また同じ氷も氷結して減速効果的な動き封じられるよとか、電気も10スタック分5メートル範囲内の敵に攻撃の 18% ダメージ与えるとか、これプラス、この4属性分のコードも存在するじゃん。まあ、使うか使わないかは人それぞれだけど。だから属性値がある程度あるんだったら、属性を選んだ方が間違いなく強い。まあ自分が何もしなくてもその属性分勝手にダメージ出してくれるから、それを、あえてスルーしてまで、攻撃強化のその4ダメージ 10% を選ぶっていうんだったら、属性値極端低いのに他のステータスがバカでかい人だ。まあ1%とか存在してないからね。多分ね、普通に強化してったら絶対50くらいはあるんじゃないかな。わかんないけど。俺もそんな属性値高くないから、なんなら昨日シールド再構築して下がっちゃったからさ。俺今296しかないのよ。これも、コードでかさ増ししてんのさ。
属性。ダメージ優先したいんだったら、火だし、動きを封じて、なおかつ、なんかこう、爆破系で組むんだったら氷の方が強いし。ただ今、電気の方が、ダメージ出しやすいっていう風に言われてるね。対人以外。複数の敵いれば、なおかつダメージを出してくれるしっていう。3は、相手の防御を下げてくれるから、まあ自分でもいいし、他のパーティーが誰かいるんだったら、自分は別の属性でいいと思う。一人でも3がいるとね、ダメージ上げてくれるから。ここをね、みんな500を目指してんだよ。500。500までいったら、バトルスーツ変身する必要はなくなるって言ってたみんな。俺はまだそれを体験してないから、どのくらい違くなるかわかんないけど、属性値が500を超えたら、バトルスーツよりダメージが出るらしい。で、バトルスーツも、ヨトンだったらレーザーが一番強いんだけど、そのレーザーも永久にバトルスーツの時間中撃てるわけじゃなくて、ゲージが尽きたら、またもう一回、クールタイムがあってもう一回撃つってのじゃん。で、どうしてもタイムラグがあるってよね。ラグがあるんだよね。ラグっていうか、できない時間帯があるけど、通常武器だったら、弾がなくなったらリロード撃てばいいし、スキル撃った後の、スキルフルタイムさえ撃てば永久に撃てるから、バトルスーツより強いダメージを、なんか常に出せるっていう。めちゃくちゃ強いらしいんだけどさ、俺体験してないからまだわかんないんだよね、その辺。どのくらい変わんのか。昨日の配信中に思いつきで、シールド再構築やって、もともと金あったけど、それも消して、昨日、スキル余ダメージ増加が1個出たんだよね、これ。たまたまね。で、ここにあったやつ全部消えちゃったから、今後このスキル余ダメージを残して、再構築して、ここに金の全属性強化とか出たら、俺もその500台を目指すスタートラインに立てるんだけど、まだね、そこまで出せるほど余力がないから、65しか残ってないものな。買ったとして265でしょ。ここで10万使っちゃうのな。痛いよな。せっかく29万まで復活させたけど。あれ、ハルソーさんまだ全然頭できてないでしょ。あれ、いないかな。頭は金つけて終わってる。頭完成したの。壊わないから代わり、そういうことか、そういうことか。なんか売れるのないかな。わからん。出ないときは出ないよ。でも、本当に出ないとき出ないで、
50の時も最初めっちゃ出たのに後半全然出なかったから、やっぱ波があるんだろうね。なんもないな、売れるやつが。これめっちゃずっと売れ残ってんで。あ、もう期限切れてるじゃん。一回回収しようか。それは売れないわ。期限切れてんだもん。そんな148は安くないっていうことは、それでも売れないんでしょ？マイナスでは出したくないな。紫データは売れるんだけど、まあ一応売れるんだけど、余分になるから、ただ余分になったら強化できるから、強化するか、要は次のレベル帯のストックとして残しとくか、うん、悩ましいよな。高っ。通常4ダメージ23000なんだけど。高いね。みんな一緒か。みんな一緒だね。スタートが一緒だもんな。確か俺、範囲4ダメージだけ使う予定がないから売ったんだよな。確か。スケル4ダメージはもうね、使う予定があるから。あ、ないわ。通常4ダメージめっちゃ、19枚あるじゃん、通常4ダメージ。4ダメージはまだ6枚しかない。会心が、なんでこの会心さん分かれてんだ、これ。会心率は4枚。範囲4ダメージあるけど鍵付きだな、これ。4ダメージ全属性強化欲しいな。今回全部さ、あった溜め込んでたエピックのコアを武器につぎ込んじゃったから、ないんだよね、今。だからシャレダン待ちだね、シャレダン。14000か、もう一回回収行こうかな。14000スタミナ、3000ぐらいだけ使おうか。あ、ご飯食うの忘れてた。あれ俺ご飯食ったっけ？宇宙機材で儲けようと、今、今回宇宙機材さ、まだ全然売れてないよね。最初400ぐらいで、500ぐらいなるかなと思って言ってたのに、今、200台なんだよ。まあ、シェルターレベルアップだから、65のタイミングで、まあ、上がるとは思うけど、今回全部安いんだよね。そう、使うと思うけど、今回安すぎるんよ。今回ね、なんか全部安いんだって。あの、だいたい後半はみんな安くなるんだけど、もう後半ぐらいの金額なの。今、すでに。だから使う人作る人みんな少ないんじゃないかと思ってんだよね。逆に
逆に50レベル装備の方が値段上がってるから、厳選が難しくて、50の方をなんかこう、ね、ガチガチのデータ作ってんのかなみたいな。どうしようかな、作ろうかな、これ悩むな。でも得点ないんだよな。もう功績ジョブじゃないから。今5セットしか出てないからさ、ワンチャンこれ売れそうじゃない？これはもう、今売るんだったら下げなきゃ売れないけど、65のタイミングで多分もうちょっと上がってくれると思うから、ちょっと保留だね。保留。これも保留。なんかすげえことなった。待って待って。たまたま来たから押したら13,365金塊もらったんだけど。何？島限定、あ、島限定やば。島限定ラッキーとか初めてだよ。4分の1。5万分の、結構もらっちゃった。ヴィーナスデータダッシュバッチングしない問題。あ、レモトローさん、PC なの？スマホならマッチングするからな、わりかし。PC はもうマッチングしてない。パンダ PC だから、諦めとる。もうすでに諦めとる。そう、PC はマッチングしないんだよね。多分どこも一緒なんだね。サーバーとか関係なしにもはや。全然マッチングしない。あれかな。ランクが、超新星上がる前まではギリギリ、なんかマッチングまだあったけど、時間かかったけど。やりたいけど、データ出しは一応ダイヤモンドまで上げてあるけど、ヴィーナスが超新星2で止まってるな。もうちょいで3いけるんだけど、もうスマホでやるしかない。PC でやりたいのにスマホでやらないとできないっていうのがちょっと、なんかおかしいなと思って、なんか昨日か一昨日来たアンケートに書いた。なぜって。スマホでやったらボットに向かれない自信。まあ、PC 慣れちゃってる人はスマホ厳しいよね。俺もそうなんだよね。でもそれはもうなんか、どうしようもないことなんだよね、もう。
あ、持ってきちゃってた。入れるの忘れた。しくった。入れてくんの忘れた。草取んないで木だけど。もう、そのうち改善してほしいな。でも改善する気ないような気もするけどな。でもなんかね、ツイッターにさ、なんか投稿してくれた質問にお答えしますみたいな流れてきてさ、今日かな昨日かなそこにさ、すでになんか全ての PVP コンテについてはクロスプレイになってますって書いてあったんだよね。そう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 。で、PC ユーザーに関しては少ないので、なんかコンテンツを消化するためにはなんか、スマホモバイル版を活用することをお勧めしますみたいな書いてあって、いやいやいやと。もともと PC でやりたくて、PC であえて選んでやってるのに、わざわざ、モバイルに持ち帰らなきゃいけないっていうこと自体、おかしいと思ってないのが不思議なのよ。じゃあなんで実装したってなんだよ。だから今の状態だったら、まあ単純にパソコンはめちゃくちゃいいの使ってるけど、携帯は電話さえできればいいからっていうスペックがこう低いやつ使ってるとしたらさ、やりたくてもできないわけじゃん。そのなんかモバイル版を推奨してるみたいな、そのもうスマホを使ってる人が優遇されるみたいなコンテンツを作って、それ平然としてることがまずね、おかしいと思うんだよな。こっちとしては、まあ、プレイする側だから、まあ、その運営する側の事情とか知らんからさ、まあ、そうしてくださいって言われたらそうするしかないかもしれんけど、じゃあなんでモバイルと PC 版をできるように実装したのってなんだよ。そしたらスマホ版だけのアプリで実装したらよかったじゃんみたいな。思ってしまうよな。スマホ版だけで実装してたらこんな問題起きないんよ。なんかスペックが違うから、PVP 一緒にやったら PC が勝つなかったら今いじゃんっていう問題だってこう騒いでる写真も出ることもなかったんだよね。スマホだけだったら。あえてそういうクロスプレイができる環境で実装したんだから、PC 版も問題なくできるようにしないといけないと俺は思うんよ。まあ当然バグも多いからさ、不具合もあるかもしれんから、そこは時間かかるとしてもさ、だからみんな課金してる人たちがエデンに殺到してて集まってみんなエデンでやってるんだよね。で、初心者の人とかが何も知らずにエデン行くと、突然何が起きたか分かんないうちに倒されるから、それでモチベーションが落ちていくっていう負のスパイラルなんだよ、今。マジで戦力差が結構あるとさ、何されたか分かんないまま倒されるからね。一発で。だから俺、アスリバ今一本でさ、やっててさ、この先アスリバはどうなるのってすんげえ心配や。エリートとかチゲーだから、さっきエリートやってたけどな。今現状として PC サーバーの、
プレイヤーが PVP やりたいってなったら、今エリートしかないんだで。なんか安定してできる対人系のコンテンツって。だからみんなあそこで実力をこう、競い合って、なんかモチベーション上げたりとかしてるから、あそこが、だけしかないんだよね。でも、エリートでもランクはないから、そのランクを高めて、なんかこう、モチベーション上げたい勢は、今、続々と引退してるね。うん、まあ、公平、公平って言うんだったら、その、なんていうの、金捨てとか、データのステータスを、なんか無効にすればいいとは思うけどな。バトルスーツなくせっていう人もいるけど、バトルスーツなくしたら、アスリバの良さがなくなるよ。アースリバイバルっていうゲームの、さ、なんだろう、結構一押しポイントバトルスーツだからな。しかも、アスリバが出た後に結構バトルスーツ系のアプリで結構今すごい連続で出てて、なんか先駆けで出したみたいな感じはあるよね、アスリバ。だから結構バトルスーツとか何かこう乾燥で変身する系のゲームが今ね、一気に出始めたから、今後しばらくはそれが流行るのかなみたいな思ってるけど。今後っていうか結構なシビアっていうか、デリケートな問題だけどさ、なかなか厳しいところにいると思うんだよな、それは。俺ゲーム性的にはめちゃくちゃ俺こういうゲーム初めてやったから好きでやってんだけど、バグは多いし、できないコンテンツあるし、みたいな。で、上位にいた人たちもどんどん、なんか引退してって、で、ステータスが高い人が引退するとさ、しばらくステータスが高いから追い抜かれない限りランキングに上位にずーっと居続ける感じになるから、なんかいるように見えるけど実際いないんだよ。結構いなくなってるからね。なんか周回するコンテンツ出してくんないかな。なんかノーマルで遺産をさ、探すときに、ゼウガの狼を倒して一定確率で遺産のかけらが落ちるっていうのがあったんだけど、あんな感じでさ、どっかなんか指定の敵を倒すと、
なんかドロップするっていうようなやつを作ってくれたらめっちゃ俺回るんだけど。今協力してやるコンテンツが少なすぎる。インスタントダンジョンのレア報酬。でも結構さ、こんだけ火力インフレ起きててさ、何もしないのもあれだけど、それだったら、今なんか最高火力出した人とかなんか防衛とか出るじゃん。ダンジョン終わった後に、あの時にさ、その追加報酬上げてもいいよね。正直。あんなわざわざ最高火力、最高防衛みたいな、なんか、称号じゃないけどさ。もしくはあれを取った回数がずっとカウントされてて、何回取ったら称号もらえるとかさ。まあ、ステータス次の称号もらえたりとかさ。何かこう回数こなすことでなんか達成できる何かをつけてくれたら、まあね、倒せば倒すほど何かに目的に近づいていくから、それはそれで、まあ日課になるかもしれんけど、まあ通常の常設コンテンツ以外にやることは増えていくよね。今、なんだっけ、ディスティニーメダルだかポイントだかもらえる仕様に変わったけど、それでもちょっと足りないよな。まあ、言うて4ヶ月ぐらいだからまだ。半年ぐらい経ったら多分、まあ、折り返しとしていろいろ変わってくれんのかな。俺もなんか別のゲームで、本家がやっぱり海外の国のゲームがあって、それを追いつくためにめちゃくちゃアップデート繰り返して、まあ課金をしないと、なんか楽しめないっていうゲームがあったんだよね。まあ課金をしてるでもなんかその、武器だったりキャラクターだったりが次々変わっていくから、もう、いくら課金しても追いつけないみたいな、そんなゲームだったんだけど、これがやめてからなんか一斉になんかアップデートが入って、システム一新されて、サーバーも全サーバー統合されて、なんか今、神ゲームって言われてるぐらい変貌を遂げてるから、アスリバもね、どっかのタイミングでね、大改革をしてくれたらね、神ゲームと呼ばれる可能性は十分にあると思う。めちゃくちゃ期待されてたからね、アスリバ。ポテンシャルはめちゃくちゃあると思うんだよね。ただバグが多くて、できないコンテンツがあって、で戦力の調整とかがなんかちょっと中途半端というか、なんかおかしな方向に走ってるから。なんかこんな短期間にたびたび武器のさ、性能を調整されるってのは珍しいよな。なんか一定期間ごとに切り替わるとかだったらまだわかるけど、もうすんごい頻繁に変わるやん。頻繁に変わった挙句にこれ強すぎるからなんかバグですとか、
なんかグリッチですみたいな話になって、どのゲームにも絶対バグは存在するしさ、なんかたまたま見つけた攻略法とか操作方法で、なんかたまたま使いやすさが、なんだ、使いやすい方法を見つけたりとか結構、どのゲームでもあるんだけど、このゲームでそれをやると全部グリッチにされるんだよね。スキルヘイストとか、短縮とかいろんなコードも存在してて、その上でやっとできるっていう操作方法も全部強い人が使うと強すぎちゃうから、グリッチですみたいな。もうちょっとなんか、平和に楽しみたい。そしてスタミナをもう少し増やしてほしい。ない。こっちがリポップしたわ。レベル65いつ来んだろうな。9万7000。あさって月曜日くらいかな。65。さてさて。今日の日課終わったかな。牛輸送行くか。牛輸送行く。ハルソースターおるかい？いないか。牛輸送終わらせちゃうか。あれどこなんだ？誰がいるかな。ヴィーナスやりたいな。あ、行く？
全然行ってないから、とりあえず行こうかなと思って。イベントのさ、条件にもあるからな、物資輸送。浮いてんじゃん、もうこれ。弾んでる、弾んでる、弾んでる、弾んでる。弾んでる。これ何もしてないよ、これ。この、この昆虫みたいなやつの足に吹っ飛ばされて弾んでた、今。おっそおっせえ。二人だとやっぱ遅いな、これ。弾んでる、弾んでる、弾んでる。やべ、的がずれた。あ、撃てない、撃てる、撃てない、撃てない。ダメだ、バグってた、今。星打ちターゲット消えた。おっせえ。めちゃくちゃ遅えな。治った？もう怠けすぎやろ、このスピード。超遅い。あ、止まってるし。サボるな、歩け。長い、これ。長い、長い。
やがれ。こんな虫遅えな。こんなすんげえ顔してんのに。この虫正面から見たらすんげえなんか顔してんな、これ。ね、これ。なんかぶっちゃいくな顔してる、ぶっちゃいく。はい、じゃあ、制作の超安いバッグ買いました。買ってない。どちらかと言ったらスタミナの方を買いたい、俺は。今、昇格20しかないもん。確かに安いよな、これ。けど俺もうね、カバン持ってるんよ。これ。この恐竜バッグ欲しくて買っちゃったからさ。ずーっと欲しくて我慢できなくて、この今着てる衣装を買うときに一緒に買ったの。っていうかさ、俺さ、韓国風のさ、イケメンを作ろうと思って作ったのにさ、なんかなぜかお姉っぽくなっちゃったんだけど。マジ困ってんだけど。なんかちょっとイケメン、韓国風イケメンを作ろうと思ったらお姉っぽくなっちゃったっていう。なんかな、アンバランスなんだよな。これ被ってるからだけど。仏様みたいさってそう。このね、頭にパンダがね、乗っかってるから余計におかしいんよ。これが乗っかってるから。どこだっけ？あれ？あ、どの道あれか。どの道、あ、じゃあこれか。マスク出ちゃうじゃん。おう。これ。見て、紙。メガネ欲しいんだよな。何このメガネ。あ、めっちゃ光反射してるじゃん、これ。真っ白。いいねって。何これ。パリピ。なんか、このメガネかけて横から見たらなんかさ、あれじゃない？なんか韓国風のアイドルっぽくないこれ。韓国スターみたいな。この横顔。
ビッグドッグにいそう。でもこれが、あれなんよ。これを被ると、あれになっちゃうんよ。横向いてもこんなこのパンダの被り物が一番あれなんだよな。あれかな、そろそろパンダの被り物卒業の時かな。なんかいいメガネないかな。なんかいい服がないんだよな。この靴いいな。サンダルよりこっちの靴の方がかっこよくない？いつ当てたか知らないけど。ズボンはこれしかないから、やっぱこれだな。このズボンは残したいな。T シャツがだな。いや、これにするんだったらサンダルの方がいいか。パリピ。でも、あれなんよ。夏終わるんよ。もうそろそろ夏終わるんよ。絶対サンタさんとか来るよな。タイならやるだよ。俺、こっちのがいい。俺、これにすれば。ちょっと、写真撮ってくるわ、写真。絶対これなんか女っぽいもんな。気持ち悪くなったよから。ほらほらほら、これ見たらさ、なんかちょっと韓国っぽくない？このデザインのとこだったら。この髪型とかさ、なんかいそうじゃん、こんな男の子。これがゲーム内に行くと顔変わるんよ。顔もシュッてさせたつもりなのに。ちょっと横向きながら。これいいやん、これいいやん、これにしよう。めっちゃいいやん。なんか一気にちょっと変わったじゃん。いいやん。
アイコンフレームがな、もっと欲しいよな。こっちの方が合ってんだけど、せっかく宇宙来たから宇宙に変えたんだよな。やっぱこっちの方がいいよな。やっぱこっちで変えよう。欲しかったな。あ、ないや。炎のやつ。あ、これか。これ欲しかった。これ。次来ないかなまた。ダメージのさ、タイムアタックみたいなやつ。これ動くさ、フレーム欲しい、マジで。次やったら、前回よりはいい成績出せそう。あ、でも前回よりみんな強くなってっからな。もう結局ダメかな。なんなら前回よりもすんげえなんかハードル上がってそう。ボーダーが。データ出していけないから、まあ、エピック4までは間に合うな、余裕で。やっぱ値段変わんねえな。やっぱプリズムハイト合金かな。稼ぐんだったら今。今稼ぐんだったらこれしかないかもしれない。やっぱあれだろ、ケプラの素材が絡んでるやつがやっぱ上がってるね。バルコンスキー見るたびに。多分タイミングが多分はね、いろいろ多分、もともと予定してるやつと、急遽修正しなきゃいけないってやつが重なっただけだと思うよ。多分だけど。日々尋常じゃねえぐらい不具合だっつって一個意見番の意見がすげえ飛び交ってるから、それをどっから処理しようっていろいろやった結果、ああなっちゃったんだと思うけどな。多分。まあどうしようがないんよ。運営さんがやってくれるの待つしかないのさ。え、ここ置けないの？え、マジで？オーマイが、嘘やん。ヴィーナスショーとして蹴られた。バトルスーツ置けないんだけど。なんで？
あ、違うか、こっちか。ランク差がでかい。あ、俺と昇進生2にいるからね。俺、ヴィーナスの1個下のランクだからな。俺と行くとなると多分、なかなかいけないかもね。何これ、ゾウさん。いや、めっちゃ欲しい、これ。誰か当ててくんねえかな。ゾウさん、めっちゃいいじゃん。起きて、ゾウさん。すげえ。何これ。横から見たらいいけど、正面から見たらなんか、やたらテンション高い鳥さんや。椅子ってどこなんだ？椅子どこだ椅子。あれ椅子がない。あ、あれだ。なんかちょっと違うな、錦鯉。怖っ。結構あれ、待ってる間に放置しすぎて、マッチングした瞬間に弾かれてる人いっぱいいるよ、でも。これ何を置こうかな。そういや、まだ置いてないやついっぱいいてたな。
こいつ1個しかないやん。王者の間。どれだっけな俺当てた椅子。これかこれこれは持ってないな。これ欲しいな。やっぱお家買うしかないか、あれ。てってってって。で、あと、クラゲさんどこだ、クラゲさん。クラゲさん。マジいっぱいありすぎてわけわかんないので、これ。だ。なんかめっちゃ置きたい、ここにいっぱい。ダメだ。建築やると永久に終わらない、俺。ずーっと建築やっちゃうからな。まだ乗っかってるし。よいしょ。よいしょ。なんかめっちゃパリピ感出てるな。まあ、なんだかんだで5時間ぐらいやってるじゃん、俺。2時間で終わるって言ってたのに。やべえ。いろいろやりすぎて、いつの間にか5時間になってた。時間、体内時計狂いすぎてる。やばい。まあ今日はもうめっちゃ頑張った日だな。明日は多分、明日遅めのスタートかな。明日ギルド戦があって、ギルド戦をね、生配信で映してるから、ここ最近。毎週日曜日は。お休みしましょう。いや、ギルド戦載せたいのよ。ギルド戦。明日レイバースだよ。電波傭兵団 VS レイバース。しっちゃかめっちゃかなる配信だね。しっちゃかめっちゃかなるギルド戦だよ。できればな、テの装備が来てからギルド戦行きたかったな。明日配信。了解了解。大丈夫よ。まあ、そのためにアーカイブというものがあるから。明日はギルド戦直前ぐらいに配信つけてギルド戦だけやって終わろうかな。どうしようかな。激アツギルド戦。激アツよね。2週間に1回当たるって言ってた。もうちょっと戦力上げたいな。でも再構築したい箇所がまだそもそも作れないから、グローブ。明日作れたら激アツよ。明日、
65に上がって、手が作れるとなったら、ワンチャン再構築次第でさ、間に合うかもしれん。1000も溜まってる。でもこれいらないんだよな、これ。脱出セット。だからこれだけ交換しとくわ、10枚。メンターポイントはたまんないから。探索メダル。強化パーツ欲しいな、ちょっと欲しいな。レベル上げるために。4000だけ使ってしまおうかな。今月だからもう少し待つか。こんな感じかな。明日の朝にかけるしか、多分月曜日だと思うけどな。明日じゃない気がするけどな。来たらラッキーだね。そしたら、ちょうど明日で、こうはかけらたまるから、再構築に、かける。成功しなかったら戦力落ちるけどね。ガクッと。まあ、そんなこんなで明日を楽しみに今日は終わりましょうかね。今日はバタバタと残響と遠征に来てくれた配信でしたね。明日はちょっと遅めに配信してギルド戦を生放送したいと思います。超新星サーバーの、戦力で見たら、1位、2位と言ってもいいぐらいのギルドの戦闘になるんで、興味がある方は、ぜひぜひ見に来てください。ヤムトさんお疲れ様です。ハルソーさんもおつパンダありがとう。ではでは、今日はこの辺で終わりたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。次回の配信もよかったら遊びに来てね。ではでは皆さん、またねー。バイバイ。お疲れ様。